にちは。もうそろそろ12月ということで、スケジュール帳でこうします。12月といえばやっぱりクリスマスなので、クリスマスとか冬のような雰囲気にしたくて、紙を持ってきました。どれにしようかな。これに決めました。そんなにクリスマス感はないけど、使いたかったマスキングテープと相性が良さそうだったので、これにします。使いたいマスキングテープの2つがこちらです。去年の12月はどんなデコをしたかなって見返してみたら、このマスキングテープを使っていました。でこれとあと気球のイラストの紙があったので、それを切り取って使っていました。ここの縦長の線にちょうどこれをね、半分に切ったら合いそうだったので、まずは半分に切ります。皆さんはもうすでにクリスマス気分は味わえていますか？私は2つ前くらいの動画でクリスマスツリーを買おうか迷っているって話したんですけど、無事180センチのツリーを購入しました。もう本当に可愛くて、近いうちにメインチャンネルで動画をアップするんですけど、本当に一気に部屋がクリスマス感満載の部屋になって嬉しいです。今リビングにそのツリーを置いてるんだけど、お家に帰ってツリーを見るたびに、買ってよかったなって思います。ダイソーで買ったのり、ここが四角でめちゃくちゃ塗りやすいんです。角が四角い紙物をよく貼ったりする人はこののりがすごく合うかもしれない。かな。ホワイトクリスマスをイメージして貼ろうかな。これはオーナメントが上から吊り下がっているようなマスキングテープなので、上の方に貼っていきます。こんな感じ。次に日付を書きます。ここに本当は1日って書きたかったんだけど、もうマスキングテープを貼っちゃったので、2日目から始めます。小さめのクリスマスっぽいシールを探す。ニコちゃんのサンタシールを貼りました。ゴールドを使いたいからこれにしようかな。これを半分に切ります。シールって1枚だとちょっと使いにくいなって思うシールでも、こうやって半分に切ると使いやすくなったりするので、このシール使いにくいなって思うシールでもいろんな形に切ってみるのがおすすめです。でちょっと使うのが難しそうだなって思う紙類はもうガンガン裏紙に使っちゃいます。このペン久々に使うからつくか分かんなかったので試し書きしてみよう。全然大丈夫ですね。下の方にはキャンドルのマスキングテープを貼ります。周りにドットをこのペンで描いていきます。昨日の夜おいちゃんが YouTube を見ていて、見て見てお嬢に似てる人がいっぱいいるって言って、私はもう頭の中でハテナハテナなんですよ。お嬢に似てる人がいっぱい、私の顔に似てる人がいっぱいいるってことかなって思って見てみたら、顔が似てるんじゃなくて、私みたいに文具アイテムが好きな人の特集みたいなものが組まれていて、似てるって趣味が似てるっていうことかって思って、それで見てみたら、日テレニュースの YouTube チャンネルで手帳スマホ時代に売れる予定から暮らしの記録へ気になるっていうタイトルの動画があったので、ぜひ紙物好きな方とかスケジュール帳が好きな方は見てみてください。スマホでスケジュール管理ができる時代でなぜ手書きにこだわるのかっていう内容だったんですけど、結構ね興味深くて最後まで真剣に見ちゃいました。その中でインタビューされてた方が手書きの方が忘れにくいっていうのを話していて、めっちゃわかるって思いながらね見てましたけど、そうなんですよね。手書きには手書きの良さがあるからね。あ
とはこのノートに行った展覧会のチケットとか映画館のチケットとか貼ってる方とかはいたんだけど、お味噌汁のパッケージだったかな、それを貼ってる方もいて、すごい、こんなものまで貼るのかっていう新しい発見もありました。でも確かに可愛いパッケージとかを見ると集めたくなったり残したくなる気持ちはすごいわかりますね。可愛いデザインのものとか紙物を集めたくなっちゃうのと一緒ですよね。このペンで書くのが楽しくてめっちゃ書いちゃった、話してる間に。こんな感じでいいかな。12月のデコはこんな感じです。24日クリスマスイブがあって、25日はクリスマスですね。1日の枠が狭くなっちゃったけど、ここに追加しました。スケジュール帳とかのノートの特集を見たって言ったじゃないですか。なので今日はこのスケジュール帳デコと、後半は今私が使っているノートについてお話ししようかなと思います。 iPad のペンシルを充電しているとこなんですけど、数ヶ月前くらいから iPad で家計簿の管理をしたりとかもしているので、それをまた別の動画が多分メインチャンネルで紹介することになりそうです。家計簿のこととかはまた別の動画でお話しします。じゃじゃん。今私がねちょうど使っているノートがこの1234566冊です。まず上から1冊目、表紙のデコをしてから1年ぐらい経つので剥がれかけちゃってるんだけど、これはお仕事用のスケジュール帳です。去年の10月から使っているので、もう1年以上経っていることになりますね。毎月スケジュール帳デコをしていて、これより前のページはお仕事のスケジュールがぎっしり書かれているのでお見せすることはできませんが、先ほど書いたのはこんな風になっています。ホワイトクリスマスをイメージしました。あ、そうだ、ノートまだ追加でありました。こちらのノートもですね、これは9月だけシールを貼って可愛くデコったんですけど、次のページからはその日の出来事をできるだけ短いフレーズで書くようにするノートとして今は使っています。全部はお見せできないから一部だけ紹介すると、10月26日はほぼ眠ってネットフリックスって書いてますね。で27日はセブンのパン祭り、セブンイレブンで好きなパンをいくつか選んでパンを食べた日でした。こんな感じで一フレーズだけ書いてます。これは来年も続けていけたらいいなと思います。あとはこれ、アデリアレトロのスケジュール帳。こちらは2024年のスケジュール帳で、もう今月で使うのが最後になってしまうノートです。ちょっと悲しいけど思い出もたくさん詰まったノートです。開くとここの表表紙のポケットにスケジュール帳で使いやすい付箋やシールを挟んでいます。これはね、本当に手書きのスケジュール帳を書く人におすすめで、仮の予定とかまだ決まってないけど曖昧な予定をこれに書いて貼るだけで、もしその日の予定がなしになったとしても修正しなくて済むし、別の日に移すこともできたりするので、すごく買ってよかった付箋の一つです。株式会社デザインフィル緑カンパニー付箋紙ブロック吹き出し柄っていうのですね。文房具屋さんで購入しました。はい、次がこの国語作業簿っていうノートで、台湾のお友達がくれたものです。もう数十年前とかかな。ずっとその子に台湾に行ったら会おうねって言ってるけど、なかなか私が台湾に行く機会がなくてずっと行けてないですね。でこのノートは1年間ずっと使っているとかではなくて、毎年この時期に使うノートなんですよ。何を書いているかというと、私が毎年クリスマスの時期に開催しているプレゼント企画の計画予定を書いているノートです。これもね、ちょっと中をお見せすることはできないんだけど、書いていることとしては、まず当選者の人数、あとは郵送方法とか書いてます。で私いろいろ雑貨屋さん見るのが好きなんですけど、雑貨屋さんを見ている時に、これ今年のプレゼント企画に入れたいなっていうものとかをスマホで写真撮って、で帰ってきたらここに書いたりとかしていました。だからプレゼント企画に入れるプレゼントの候補とかを書き出していますね。で今年も着々と進んでいて、チョコレートとか紅茶とか書き出しているノートです。無事プレゼントの発送が終わったら、クリスマスの時期、プレゼント企画の時期が来たら取り出して書いたりしてます。
第2弾の時からこのノートは使っていますね。このページだけお見せできますね。でこの時はこのプレゼントの内容をイラストに描いたりして、もう本当に適当にラフに描いてるんだけど、私の中でイメージしやすいように描きました。今年もちゃんとこのノートを使って計画的に進められるようにします。はい、で次がこちらの日記帳ですね。でこれはライフジャーナルっていうノートで2冊目なんですけど、前はピンク色の表紙のものを使っていました。この表紙が頑丈なので長い間使っています。これは濃い一日だったなって思う時とか、今日は書きたいことがいっぱいある日だったなっていう時は使っています。でも最近はそういう日があってもなかなか書けないでいたので、また時間を見つけてね、書けるようにしたいです。美術館のチケットも一緒に貼ったりとか、パンフレットに載っている写真を切り取って貼ったりしてます。これは韓国に行った時の絵日記ですね。あとは群馬に行った時、紙箔で買ったシールです。あとはディズニーレトロとか、IKEA の日記。ここまだ書いてなかった。これの日記でしょ。今年からですね、この買ったマスキングテープを貼るっていうことを始めたのは。こうすると見やすいので、これからも可愛いマスキングテープとか買ったらこうやってすぐ見れるように一覧で貼っていきたいです。これとかもね、見やすいですよね、やっぱり。こんな感じですね。あとはこのソングオブブックスっていう韓国に行った時に買ったノートで、サブちゃんを見てくださっている方はもうわかると思うけど、毎月の目標を書くようにしています。これは今年の7月から始めたことで、7、8、9、10、11、毎月ちゃんと続いてます、今のところ。私のポイントは、目標をインスタグラムに投稿することで、このノートが手元にない時でもインスタを通して見返すことができるので、今月これやらなきゃっていうのがすぐ見返せるのが好きです。こうやって見返すと面白いな。ジムはこんな感じで今行ってます。で、最後がこちらです。このノート、3年手帳ですね。これは2024、25、26年間の3年間使う予定のノートで、私がこのノートを買ったのが何月だっけな、秋頃なんですけど、今年の4月から書くことができるので、空き時間にババーっと書けるところは書いていきました。例えば9月はこんな感じですね。これはとにかく可愛いシールを使いたくて始めたんですけど、めちゃくちゃ楽しいです、書くのが。まだ書けてない日もあるけど、こんな感じで使ってます。あと私が最近ね、シールを買うのに歯止めが効かなくなった理由の一つがこのノートですね。このノートにシールを貼りたくて買ってるっていうのもあるからね。今ちょっと人の名前とか書いちゃってるところがあるので、そこはね、後で間違って写っちゃったりしないように何か上からシールとか貼っておこうかな。私のこのノートの使い方は、先にシールを貼って後から文字を書いて、で最後に隙間にシール貼りたいなっていうところに入ったりするのが私の日記の書き方です。これは先にシールを貼って、まだこれから文字を書くところですね。もう12月なので早めに今年の分終わらせないと。はい、これが今私が使っているノートの紹介でした。本日もご視聴いただきありがとうございました。